どうなってんだこの野郎。まさかの、としか言いようがないナンバーワン戦隊ボジュージャー1話の衝撃。1週間経って放送された第2話の衝撃はさらにそれを上回ってきました。ブンネットの変身するクワガタオージャーとの戦いもつかの間。50レオンこと略やりクオート。50ティラの言葉が右遊戯がついに登場。色的にはブルーとイエローの参戦ではありますが、やはり彼らとも指輪をめぐって争うという位置づけのようです。当のホエルはかなり癖の強いキャラだと思っていたけど、元アイドルの人気を利用して老夫婦から高価な壺を借り受ける陸王、異常なまでのテガソードへの信仰心を見せバカ力を発揮する流儀。ホエルはナイーブなだけでそこまでぶっ飛んでなかったんだと思わされたね。トレジャーハント対決の描写もところどころ疑問というか、ヒーローの倫理観がと考えてしまう場面がありましたね。お宝は交番に届けたし、壺もサイン付きで返したから結果オーライでいいんじゃないかな。カツアゲされてる大家の息子をホエルが助けてあげる場面は良かったと思う。スマートな解決方法でないけど、ぶっきらぼうだが優しいホエルの人柄がよく現れていたと思う。そんなホエルもいずれは陸王、劉備とチームを組むことになりそうな気はしますけど、戦隊である以上はと思うんだけど、それを予定調和として受け取られないように考え抜かれてると思うから、しばらくはどうなるかわからない。願いを叶えられるのは一人だけど、陸王と劉備がなぜ行動を共にしているのか。トレジャーハント対決ではそれぞれプレイヤーとして敵対して敗退ですよね。その関係性も次回以降フォローが入りそうですね。そして今週もロボ戦注目。ファイアキャンドル対一番やりカシオス、レアー専用機のアイザークロサンドラとテガソードイエローが激闘を繰り広げた。ノーワン怪人の巨大化ではなく、上級戦闘員のカルロボットとの対決というのが珍しいですね。意図的にロボ戦と等身大のバトルを切り分けてるのか、ノーワン怪人の巨大化システムが途中から確立するのか、どちらとも取れるよね。作品としてロボに特殊な意味付けをしている印象もありますからね。そしてクワガタオージャーに変身する堤夏目はいつかまた相まみえることを決意して去っていった。次回予告ではまた別のユニバース戦士が登場し、ドンモモ太郎に変身するようですか。毎回入れ替わりで過去の戦隊戦士を登場させるんでしょうか。やっぱり堤夏目はブンネットの俳優さんということもあって特別な扱いなんだと思う。だから倒さず一旦退場させたんじゃないかと呼んでるんだけど、次のドンモモ太郎の動かし方でそのあたりは読めそうだね。今回は以上です。皆さんの感想やご意見をコメント欄に投稿してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回のボジュージャー感想でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。